こんにちは、月島です。コンプレッサーの使い方第3回目です。今回はコンプレッサーの基本パラメータの中編です。アタックとリリースの考え方について見ていきたいと思います。目次です。アタック、リリース、最後にまとめと次回予告です。アタックというパラメータはコンプレッサーが圧縮を始めてレシオで設定した比率に達するまでの時間を操作できるものです。メカニズムを順番に見ていきたいと思います。アタックをプラグインで設定できる最速 0.1 ミリセカンドに設定した場合です。1、設定したスレッショルド値を音量が超える。2、コンプレッサーが圧縮し始める。3、スレッショルド値を超えた音が 0.1 ミリセカンドでレシオ設定の音量になるといった流れです。ここで注意するのは、音が出てから 0.1 ミリセカンドで圧縮が始まるのではなく、音がスレッショルドに達してから 0.1 ミリセカンドでレシオの設定値の音量になるということです。DTM ではミリセカンドがよく使われます。1ミリセカンドイコール1000分の1秒、0.001 秒です。1000ミリセカンドイコール1秒です。その他の数値は表で確認してみてください。アタックの設定をするときに音源のアタック感を出したいのか引っ込めたいのかで設定をどうするか考えます。例えばドラムのスネアでアタック感を出しつつ音をまとめたいときはどうすればいいのか考えると、基本的にはアタックを遅めに設定します。スネアのような音のピークが速い楽器の場合、アタックを早めに設定してしまうと圧縮が早く始まり、スネアのトランジェントも圧縮されてしまうことになり、アタック感が薄れてしまいます。アタックを最速にした音を再生してみます。次に適正と思われるアタックの設定をした音です。以上の音を比べてみると、アタックを最速にした方の音は少し奥まった感じに聞こえます。次にアタックを最も速い状態から最も遅い状態まで再生しながらつまみを動かしてみます。つまみを回していくとコンプがかかる量が減っていき、だんだんと音が前に出てくる感じがわかると思います。これはアタックの設定値がスネアのピークより後ろになり、コンプがかからなくなってきているためです。以上の結果をまとめると、スネアの場合はアタックを遅く設定するのが正解な感じがしますが、そう決めつけてしまうとうまくいかない場合も必ずありますので、ケースバイケースで考えることが大事です。ミックス作業時に音を前に出したり、後ろに持っていく演出をするのに、コンプのアタックを使用する場合があります。前に出したい音はアタックを遅めに設定してトランジェントを活かしつつアタック感を出す。後ろにしたい音はアタックを速い設定にして演出するといったテクニックがあります。アタックの設定値を変えてスネアの音がどのように変化するか比較してみたいと思います。最初の部分の音に注目してみると違いが感じ取れると思います。
まずはコンプレッサーをかけない素の音を聞いてみたいと思います。次にアタックを最速の 0.1 ミリセカンドに設定して再生してみます。次にアタックを15ミリセカンドに設定して再生してみます。次にアタックを最も遅い400ミリセカンドに設定して再生してみます。アタックの遅い設定の方がスネアのアタック感が強く、速い設定の方がアタックが潰されている感じがわかると思います。リリースというパラメーターは音のピークを過ぎて設定したスレッショルド値を下回った音の圧縮を終了するまでの時間を操作するものです。こちらもメカニズムを順番に見ていきたいと思います。1、リリースが短い設定の場合、コンプレッサーもすぐに圧縮をやめますので、早い時間で原音に戻ります。2、リリースが長い設定の場合、スレッショルドを下回った音にもリリースが長い設定だとコンプレッサーが動作しますので圧縮が継続されます。またリリースを長すぎる設定にしてしまうと次の音の頭にもコンプがかかります。その結果出したいアタックが潰れてしまいコンプレッサーがかかりっぱなしの状態になることもあります。ここではキックの音がリリースの設定値を変えることでどのように変化するか比較してみたいと思います。ドラムのキックは低音成分が多い音です。低音成分は高い音より遅れてピークに達します。アナライザーを表示して再生してみます。高音部分と低音部分の動きの違いに注目してみてください。高音部分に比べて低音はゆっくり動いているのがわかります。ということはリリースを長く設定するとそれだけコンプレッサーが長くかかるために遅れてくる低音も多く圧縮されることになります。逆にリリースを速い設定にした場合低音は自然な感じで残りますがキックの音が長くなり曲の雰囲気に合わなくなる場合があります。ここでリリースを動かしながらキックを再生してみます。キックの後ろの方の部分に注意しながら聞いてみてください。音が変わっていく感じが分かりましたでしょうか？私がリリースを設定するときは低音が消えすぎない、リリースが長すぎないように注意するのと、次のキックの頭にコンプがかからないリリースポイントを探すようにしています。改めてリリースを3つの設定で再生して検証してみます。まずはコンプレッサーを通さないバイパスの音で再生します。次にリリースを最速の1ミリセカンドに設定しました。再生します。次に100ミリセカンドに設定しました。私はこのぐらいがちょうど良いのではないかと思っています。
再生します。次に最も遅い2000ミリセカンド2秒に設定しました。再生します。プリセットを利用してそのままコンプレッサーをかける場合は、スレッショルドとリリースは調整しておくことをお勧めします。理由としてリリースが長くてコンプがかかりっぱなしだとこのような波形になる時があります。最初の音だけ大きくて後の音はコンプがずっとかかって平らな状態です。これは避けた方が良いと思います。そのためには次の音の前でコンプのかかりが切れるように設定するのが理想だと思います。ただしステムミックスやバストラックにコンプをかける場合、次の音の前でコンプを切れるようにするのはよほどリリースを早い設定にしても不可能ですので、そういった場合は専用のバスコンプなどを使用して浅くかけます。音をまとめたトラックにバスコンプをうまくかけるとトラックにまとまりができます。アタックとリリースの設定は楽曲のテンポや楽器の音色によっても調整が必要です。また一言でドラムのキックやスネアといっても使用するキットによっては音が全然違いますので、その都度ベストな設定を探していくことになります。ボーカルやギターなども歌い方やフレーズによって設定は様々です。毎回私も悩みながら設定を探していますが、その時間が結構好きです。次回のコンプレッサーの基本パラメータ後編では、ゲインとミックス、サイドチェインなどの使い方を見ていきたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。